どうも皆さんこんにちは、あきらです。じゃんということで、新しいコンデジ購入してしまいました。パナソニック TZ99 というね、コンパクトデジタルカメラになります。これね、買ってしまったんですよ。安いんですよね。で、これ使ってみたらね、思ったよりめちゃくちゃ良かって、あんまね、これフルで動画出す予定なかったんですけど、いや、これ紹介した方がいいなと思って、ちょっと今回ね、一本にしようと思います。まず、どっから話そうかな。これほんまにめちゃくちゃ楽しくて、そもそもね、これコンパクトデジタルカメラになるんですが、一般的なね、カメラと何が違うかっていうと、これレンズが取り外せないんですよね。もうレンズがついていて、広角のね、ズームができて、こう伸びていってると思うんですけど、このズームができると、電源を消すと、これが閉まって閉じると。で、電源を入れると出てくるみたいな感じで、もうレンズも買わなくていい、交換する必要もないっていう、それがね、コンパクトデジタルカメラと言ったりするんですけど、そういったものになってます。で、これがさ、まあ何でも撮れる。で、しかもね、これルミックスのカメラにしては珍しい、全然在庫がね、なかったんですよ。今年出たのかな？はい、発売も結構言うて最近で、そもそもね、このご時世コンデジが出てくることも嬉しいし、値段これです。6万円台です。めちゃくちゃ安くないですか？ GR とか比べたらさ、もう13万とかするわけですよ。半額ぐらいですよ。って考えたら、めちゃくちゃね、これいろんな人に刺さるんじゃないかなと思って、ちょっと今回ね、ピックアップしてみました。なのでね、これ結構僕使い倒していますので、ちょっとね、今回これについて紹介していけたらなと思うので、ぜひね、最後まで見ていてください。ということで、まずね、スペックから見ていきましょう。こんな感じですね。もう先に言っておくと、めちゃくちゃ高性能ではないです。特別画質が綺麗なわけでもないし、めちゃくちゃ優秀ではないんですよ。ただね、面白いんですよね、このカメラ。そもそもね、これ TZ99 という名前なんですが、これトラベルズームという意味があるそうです。なんとですね、これ光学30倍のズームが可能になっています。はい。ちょっとこれ見てみましょうか。ちょっとね、ズームしていきましょう。これ一番広角からズームしていくと、ぐわー。こんなところまで行きます。はい。こっちもね、すごいこう伸びていっちゃうんですけれども、めちゃくちゃズームができる。30倍ズーム。24mm から 720mm のね、レンズができるというようなものになっています。だからね、これ1個あれば何でも撮れちゃうんですよね。こういったコンデジってね、ズームが非常に優秀なんですけれども、そういったね、性能があったりします。センサー自体はね、2.3分の1型センサーと、正直全然そんな大きくもないし、画素数も2030万画素あるんですが、撮れる写真はね、ぶっちゃけそんなに、めちゃくちゃ高品質ではないですね。正直ね、最新の iPhone の方が綺麗だなと思うと思いますし、一眼カメラのようにめちゃくちゃボケるとか、そういったこともないので、そこを求める方はね、絶対買わない方がいいです。ただ、この広角からさ、望遠側のこの全領域において、いろんな撮影ができるっていうのは非常にね、魅力的だなと思いますし、あとは手ブレ補正もね、入ってます。5軸のハイブリッド OIS が入ってるので、結構ね、ブレを補正して撮ることもできたりしますね。で、一応ね、動画撮影も最大 4K の 30fps が撮れるようになっているので、動画もね、割と、思い出を残すぐらいなら、それなりに撮ることもできたりしますし、あと何より面白いのが最短撮影距離ですね。これめちゃくちゃ寄った撮影ができますと、これですね、マクロモードにね、してあげることによって3センチまで下にね、寄って、これでも今ピント合ってますよ。これで撮ることができたりしますので、非常にね、これはめちゃくちゃね、楽しめるところかなと思います。で、バッテリーはね、ちっちゃめの、こんな感じのね、サイズ感にはなっていて、僕がいいなと思うのは SD カードですね。SD カードがフルのサイズで入るので、これは非常にね、いいかなと思います。この内容で 322g ぐらいなので、フルサイズミラーレスの小さめのレンズ1本ぐらいの重さで、使うことができると。そんなね、感じになっていますね。結構もう欲しくないですか？結構魅力的な感じだと思うんですが、皆さんいかがでしょうか？カラー展開はブラックとホワイトがありまして、ホワイトカラーはね、もっくんさんというね、ちょっと友人というか、みんなでね、北海道にね、昨日まで行ってたんですけれども、もっくんさんがね、たまたまホワイト買ったっていうところで、僕も黒買ったんやけど、みたいな感じで、奇跡のね、両方とも2つ揃っちゃったみたいな感じで、2人でパシャパシャ撮ってたんですけど、ホワイトもすごく可愛いですよね。ちょっとね、ホワイトは汚れがね、目立つ可能性もなくはないかなっていうのはあるんですけれども、可愛らしいね、見た目っていうのもあるし、結構ボディのね、デザインもすごくいいし、一応ライカレンズというところで、結構なね、質感になってるかなと思います。っていった感じでね、基本的な情報はこういった形になるんですけれども、僕がね、実際にこれいいなって思ったのはね、やっぱこういったところじゃないんですよ。実際の使用感なんですよ。めちゃくちゃ面白いところがいっぱいあるのと、ただとはいえね、全員が全員買えばいいってわけではなくて、こういった方は絶対買わない方がいいっていうのもね、あったりするので、ちょっとそれについてね、実際の使用感っていうものをね、皆さんにお伝えできればなと思います。では、まずは
ですね、実際にね、僕がすごくね、いいなと思うところになるんですけれども、ちょっとその前にですね、僕たちがね、運営しているビジュアルパークというね、オンラインショップがあります。ここではですね、ダヴィンチリゾルブのね、専用プラグイン、例えばメガフォントパックっていうね、ダヴィンチリゾルブでいろんなポップなね、テキストであったりとか、テキストのトランジションとかね、こう非常にね、豊かなね、表現ができるテキストのね、パックになっているね、メガフォントパックとか、あとはね、ダヴィンチリゾルブでね、写真のね、デザインを一瞬でね、自動的にするね、シャッターパックプラグインっていうのがあって、これはね、写真をね、ロードして読み込むと、一瞬でね、EXIF 情報っていうものをね、一瞬で展開していく。で、めちゃくちゃおしゃれなね、テンプレート。で、このプリセットも15個ぐらいあったりするんですけれども、このようなね、プラグインっていうものをね、僕たちは開発していたりします。で、他にもね、完全無料なね、プラグイン、ゼロベースパックであったりだとか、あとはね、サンプルのね、写真動画データ、カメラごとによってね、無料でね、ダウンロードできるようにね、準備していたりしますので、ぜひね、こういったところもね、興味ある方はチェックしてみてください。このビジュアルパークというね、オンラインショップおかげさまで非常にね、皆さんに使っていただいておりまして、累計6000件ダウンロードとかも超えたのかな。はい、非常にね、多くの方にね、使っていただいてて、僕たちも嬉しい限りなんですけれども、年末にかけてもっともっとね、コンテンツが拡充していくと思いますので、ぜひね、このビジュアルパークオンラインショップチェックしてもらえたらなと思っております。ってことでね、実際に使ってみて分かってきたらめちゃくちゃ良さなんですけれども、まずね、これね、フラッシュなんですよ。ここにね、フラッシュがあります。これなのでやるとこんな感じでフラッシュが光るんですよね。これがやっぱいいですね。フラッシュあるカメラ最高。これ結構僕ほんとコンデジとして使いたいので、なんかこうパシャパシャ撮りたいと。で、別にね、センサーも大きくないので、こう夜はね、ちょっと苦手です。正直。ノイズも出やすいです。ただ、フラッシュがあるので、こう暗いところでもね、こういい感じで撮れたりとか、日中でもフラッシュがあるので、顔のね、スキントーンというか、こう顔のね、ハイライトがね、めちゃくちゃ浮き出て、ちゃんとね、こう血色のある元気な感じで撮れたりするんですよね。そういったところも非常に気に入ってますし、僕のパートナーとかはね、やっぱなんかすごいこうチュルチュルに映るっていうので、コンデジの中でも特に映りがね、めっちゃ好きっていう感じで非常に気に入っててちょうだいって言われたんですけど、それぐらいね、結構女性にも人気が出そうな感じかなと僕は思ってます。フラッシュはね、非常にいいですよ。で、それでいてフリップモニターなんですよ。これ184万ドットのチルト式モニターになっていますので、こう自撮りができちゃうわけですね。で、この自撮りができるだけじゃなくて、こう自撮りするときに、セルフタイマーが出ますと。これもめっちゃ良くて、こう、一回ね、ピントをみんなでこうやって、で、セルフタイム出して3、2、1で構えて撮ることができたりするので、これがね、めちゃくちゃいいですね。やっぱセルフィーをコンデジでしちゃえるっていうのと、あとはね、やっぱりこう、ちゃんとしたいい画質で、こう iPhone でいう背面カメラでちゃんと撮ることができるので、やっぱね、これはね、すごくいいところですよ。で、しかもそもそもこのね、タッチパネルの感度が非常に良くてですね、こんな感じで、いろんなね、こう設定とかもバババババってできるようになってるのもめちゃくちゃいいですし、そもそもこのモニターのね、解像度自体も184万ドットありますので、めちゃくちゃ綺麗なんですよね。モニター自体が綺麗なので、こう実際のね、撮ってる思い出のね、写真であったりとか、そういったものをね、見ていてもすごく楽しいですし、このモニターが本当にいいなって思いますね。このモニターはバリアングルでもないっていうのが非常に僕は好きで、このチルトっていうのがいいなと思いますね。カメラをね、下に下げて撮るっていうのも撮りやすかったりするので、これがね、非常にいいところですね。で、他にもね、いいところがですね、このね、USB-C 充電ができるんですよね、ここ。これが最高。やっぱ今のカメラなので、USB のよくわからん昔のやつじゃないんですよ。ライトニングでももちろんないけど、USB-C で充電できるので、もう USB-C なんかもう一家に10本ぐらいあるじゃないですか、ケーブル。それは言い過ぎかな。それぐらいあるので、やっぱね、スマホと一緒のね、ケーブルで充電できるっていうのも非常にいいですし、あとグリップ感。グリップがね、意外といいんですよ。ここにね、前面にこのグリップがあるっていうのと、親指にサムレストっていうね、ここちょっとこういう風に引っ掛けるところがあるので、非常に落としづらいね、構造になってるんじゃないかなと思います。ここも非常にいいですね。で、あとはね、オートフォーカス。AF が結構いいんです。まず顔のね、認識で、こうちゃんと検出をしてくれます。顔を。で、瞳をね、捉えているので、ちょっとぐらい手がかかったとしても、いけてますよね。こんぐらいで。撮ることができるので、このね、しっかりとね、顔を認識できてるっていうのはね、非常に撮りやすいです。こう、フォーカスを外すっていうこともなかったりしますね。で、他にもね、このドライブモードで連写とかにしてあげれば、
こんな感じでめっちゃね連射をすることもできるので、まあめっちゃ速いわけではないけど動き物ね撮れたりとか、もうお子さんの運動会でめっちゃズームをして連射をねこうバーって撮るとか、そういったこともできたりしますよね。であと僕がねすごくいいなと思ったのが、この価格帯でですね一応ねちゃんとこれですね、ローの写真を撮ることができます。要はこう自分で編集しやすいローのね写真、こう JPEG の写真データも撮れるけどローでも撮ることができるので、自分でねこう自由に後からも編集ができるんですよ。なのでいつも通りレタッチすることもできたりするので、そこもね気に入っていますね。であとはバッテリーね、バッテリーはね意外と持つなという印象。まあもちろんねめっちゃ撮ればもう1日ずーっと撮ってたらそんな持たないけど、でもねこう旅行行ってこうパシャパシャ撮ってる分には、まあ、1日は全然持つかなといった感じなんで、まあ、ちょっと動画を撮りすぎるとね、まあ持たないんですけど、まあ、どっちかっていうと写真でね使うのがいいんですが、まあ、結構ねバッテリーも持つなという印象がありますね。まあ、という感じで僕はね非常に気に入ってて、まあ割とね結構おすすめしたい。まあ写りがねやっぱこうコンデジ感があって、まあ、ちょっと平成感まで言うと言い過ぎですけど、まあ、スマホではないやっぱこうカメラとしてのコントラスト感みたいなのがあったりするので、僕はね結構気に入ってるし、フラッシュもねすごく気に入っています。逆に一方でですね、まあ、ちょっとね注意点というか、結構ね、まあ、こういったところ気になる方買わない方がいいですよっていうのもいっぱいあるので、まあ、ちょっとそれをねお伝えしておくとですね、まずですね画質、やっぱりね画質は綺麗ではない気がする。なんか雰囲気はいいんですけど、それこそ iPhone とかに比べたら解像度がないのと、ちょっとねザラッとしてるというかね、写真とか、まあそこがちょっとね気になるかもしれませんね。でボケ感に関してもね、やっぱりボケ感はそんなにないっていうのもあるので、こうズームをして背景がかなり後ろだったりすると、まあ全然ボケたりはするんですけど、なんかこう画質を求めて買うとやっぱねちょっと物足りないって結構なると思うので、こう綺麗な画質っていうのではなくて、なんか雰囲気があるというか、ちょっとエモいっていうか、こうねインスタに上げるぐらいのものとか、思い出を残したいとか、気軽にね写真をパシャパシャ撮りたいという方にはめちゃくちゃいいなと思うんですが、まあ、ちょっとここら辺のね求める画質っていうのは整理しておいてほしいなとは思いますね。であとねこのフラッシュがね光るっていうのはめっちゃいいんですけど、これね指で隠しがちなんですよ。これねこう持つことが多くて、わかるかな、フラッシュがねこれねめっちゃ隠れるんですよ。わかります？はい、今隠れてるじゃないですか。なのでこうちゃんと出してあげてやらないと、はい隠れやすいフラッシュの場所さ、もうちょいこっちにしてほしかったまあちょっとそういう文句はありますね。こうもっくんさんもね僕をこうフラッシュでやってくれたりしてるんですけど、思いっきりフラッシュ指で隠れてるから全然フラッシュ来てないですよみたいな感じで、ああみたいな感じで何回もこのやり取りしたんで、これ結構隠れちゃうんでね、ここがちょっと惜しいなとは思いますね。場所が悪いかな。であとはね動画撮影ですね。まあ 4K 動画も撮れるんですけど、まあやっぱこれもねそんな綺麗ではないかな。まあもちろんね残せるという意味ではいいし、光学ズームになるので、こう 4K の動画をこんなにねズームをさせて撮れるっていうのはスマホではねなかなかできないと思いますし、まあ普通のカメラでもねできないと思うので、なかなかねレンズを変えないといけないんで、そもそもねこの 4K でこの 720mm とかで撮れるっていうのは非常にめちゃくちゃいいポイントではあるんですが、まあ、ちょっと画質はねやや物足りないかなと思います。なので記録として撮るっていうのは非常にいいかな。で 4K で動画を撮る場合ですね、光学の5軸補正の手ブレ補正っていうのが使えないんですよ。なので 4K 動画は若干揺れやすいっていうようなねデメリットもあるかなと思うので、まあ、ちょっとここら辺もね、まあ一方でっていうところではあったりはしています。で 4K 動画は15分間の録画制限っていうのもあるので、まあ、15分以上撮ることはあんまないとは思うんですけど、まあ、ちょっとねその辺は注意点にはなったりはしますね。であとサイズ感に関してなんですけど、まあ、全然めちゃくちゃちっちゃいし、非常にね僕は気に入ってるんですけど、やや大きいかなとは思うかな。まあ、ちょっとズボンのポケットには入らないっていうのと、あと GR3 とかと比べるとね若干ね大きいんですよ。こっちの方がセンサーのサイズ大きいんですよね。はい、カメラのセンサーのサイズ自体がこっちの方が圧倒的に大きいんだけど、こっちの方がね全体サイズが大きいし、レンズもね結構出てしまうんですよね。はい、なのでもちろんコンパクトではあるんだけど、めちゃくちゃちっちゃい買ってられたらそうではないかなとは思います。はい、もうちょい頑張ってほしかったな、ボディのサイズ。まあ、レンズがね、いいからね、すごい仕方ないんですけど、超コンパクトかと言われると、そうではないかなというふうには思いますよね。はい、といった形ですかね。まあ、この辺が気になる方は買わない方がいいかなと思いますので、まあ、この動画をね、作る上で、まあ、みんな買ってねとかっていうつもりは全然なくて、僕はね、ちょっとこれ楽しくて、動画にね、したいと思ってご紹介させていただきました。実際にね、僕いろいろと本当に写真たくさん撮ってるんですけれども、やっぱね、この、なんやろな、雰囲気というか、この気軽さで撮ってるからこそ出てくる表情が結構あるような気がしてて、なんか大きいカメラでこう構えてないからこそ、こうサクッとこうパーンって撮って
ってるだけだからこそ、みんなのね、自然な表情とか、自分も含めて、こう、ちょっとね、軽く遊んでるね、その様子をそのままね、映すこともできてるんじゃないかなというふうに思いますし、僕のパートナーが言ってた、こう、チュルチュルに映るっていうのが非常によくわかるんですよ。なんかこう、ツヤっとした肌のトーンでもあるし、こう、あらが見えすぎないんですよね。スマホすらさ、もう今高解像すぎて、ちょっとあらが見えやすくなってきたりするじゃないですか。で、一眼なんかもう全部が見えるからさ、っていう中で、これはね、ザラッとしてるし、なんか改造しきらないからこそ、画質がね、ちょうどいい塩梅なのかなというふうにも思ったりはするので、結構ね、本当ハマる人にはハマるんじゃないかなというふうに思っておりますね。で、最後価格ですね。価格に関してはパナソニック公式で64,350円。これ今のところどこでもそうなのかな、という形になってて、カラー展開はホワイトブラックですね。安いとは言ったんですけど、コンデジの中では安くはない、高い部類なのかもしれません。で、性能と画質とセンサーの大きさから考えると、安くはないなとは思うんですけど、なんか最近のカメラがあまりにも高くて安く感じません。はい。っていう意味で、なんか、ちょっと紹介しやすかったっていうのも僕的にはありますね。で、正直ね、僕も中古でもいいと思います。このぐらいだったら。5万円台からでも見つけること全然できると思いますし、5万後半とかでもね、あったりはしますし、僕もね、ちょっと安いのがあったんで、中古で買ってみたんですよ。興味本位で。ほんならめちゃくちゃ良かったっていう感じになってて、全然問題なく使えてたりするので、なんかこういったカメラって、一回買ってみたけど合わんくて売る人めっちゃ多いので、なんか全然新古品みたいな感じで、中古って買うっていうのもね、全然いいかなと僕的には思ったりはしますね。で、ホワイトとブラックどっちを選ぶか問題については、僕はブラックがおすすめかな。なんか理由があれば全然ホワイトでもいいと思うんですけど、ホワイト可愛いんですけれどもね、やっぱいつかちょっと黄ばみそうだなっていうのもあるので、僕はね、ブラックがいいかなと思いますね。で、ちなみにこのね、ストラップは、純正で、これ一緒についてきますので、こうやってかけてあげると落とさずにね、取ることができるっていうのがあるので、すごくいいかなと思います。で、あとは充電のケーブルもついてきます。これがね、48,000とかやったら安い顔ってなるかもしれないんですが、ちょっと言うてもね、気軽に買えないかなと思うんですが、人によってはね、めちゃくちゃドンピシャでね、刺さるんじゃないかなっていうのでご紹介をさせていただきました。なので僕のおすすめ用途としては、もう日常ね、スマホとかの綺麗さじゃなくて、サクサクと撮りたい、フラッシュを使いたい、ズームをしたいっていう方とか、あとはお子さんの運動会とかでね、めちゃくちゃズームをして撮りたいっていう方、なんかこう、ズームをね、するっていうのはやっぱこのコンデジの強みなので、こう遠くのものを撮りたいっていう方にもおすすめだし、あとは、野鳥撮影とか、なんか動物園に行くのが好きっていう方にもいいと思いますし、あとはね、僕のようにこう旅行でね、1個で何でも撮りたいという方、こう荷物のストレスにもならないようにしたい、風景、料理、集合写真全部撮りたいっていう方にもめちゃくちゃね、いいんじゃないかなというふうに思ってますし、あとは、ルミックスユーザーのサブキです。もうルミックスでゴリゴリのカメラ持ってる人とか、ソニーのカメラでもいいですけど、コンデジの魅力はレンズを買わなくていいところです。やっぱり他のメーカーのカメラを買うことでレンズを揃えないといけないってなりますよね。コンデジは例外ですよね。もうこれでいいんだから。なので、他のメーカーを使ってる方がサブ機で1個持っておくかができるということが非常にね、いいかなと思いますので、そういった方たちにね、すごくおすすめのカメラかなというふうに思っております。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回ね、ルミックス TZ99 をね、ご紹介させていただきました。ちょっとこれ全然動画にする気なかったんですけど、あまりにもちょっと面白くて、ちょっとね、取り上げてみました。で、全然確信をね、持ったことは言えないんですけれども、画質をね、しっかり求めるのであれば、もう少しね、センサーの大きいルミックス TX2 っていうのがあるんですよ。なんで、こっちの方がね、多分いいと思うんですよね。ただ、これのリニューアルも出んじゃないかなっていうのが僕の中での予想があるんですよ。これ出たらめちゃくちゃ熱いんですけど、ワンチャンです。はい。いや、全然わからへん。何も知らないし、めっちゃ適当なこと言ってるんで、エンタメとして聞いてもらえたらと思うんですけど、ルミックスが今この時代にね、こういったものをね、今出してくると。で、これが大ヒットして、納期もめちゃくちゃね、最初はめっちゃ待たないといけないという感じだったので、ルミックスさん作ってくれんじゃないですかね。はい。そんなこともあって、この TX2 のね、次の元も良さそうだなと思ったりはするんですけれども、今回のね、このカメラいかがだったでしょうか。で、ぜひですね、コンデジ探してる方はですね、最近出しましたコンデジのね、おすすめカメラ5000というものも出しています。ここで、僕がね、価格帯別で2万円から超えるものから、30万円弱ぐらいのカメラまで、僕がいっぱい使ってきた中で厳選したものをね、おすすめしているので、こちらもよかったら見てみてください。で、僕たちがね、運営しているビジュアルパークというオンラインショップで、皆さんにね、きっと、何かしら役に立てるものがあったりするかと思いますので、こちらもね、随時チェックしていただければすごく嬉しいなというふうに思っております。ということで、今回の動画も最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。